皆さんこんにちは、ブルです。2023年も半分が過ぎ去りました。2月に新居を迎えて、部屋のインテリアも以前の家から変わりました。家具以外にも日常使うものも新たに購入したものが多々あります。その中から今回は買ってよかったもの10選を紹介したいと思います。今回紹介した商品は概要欄にリンクも貼っておきますので、気になるものがありましたらご覧ください。ちなみに古道具、古家具も少しだけ紹介させてもらうんですけど、それらに関しては一点物になりますので、参考価格のようなものは載せておきますので、ご覧ください。早速1つ目は無印のシーツとカバーになります。今年は寝具を一通り見直しました。リオセルとコットンの二重ガーゼ掛け布団、滑らかな肌触りで包まれている感覚がとても心地よい商品になります。クッションカバーもガーゼですね。クッション自体の大きさが、カバーよりも大きいので少しパンパンになってしまっていますが、これもふかふかで気持ちいい商品になります。少しシワ感があるのでのっぴりしすぎない表情が見れます。ちなみに中の布団の色が濃い場合、若干透けてしまいます。布団カバーと布団を固定するのはボタンなのですごく留めやすいです。サイドはチャックで締めるような形になっています。布団だけだと少し寂しいので、淡いベージュ色のブランケットも購入しました。凹凸がはっきり出ているのとフリンジがついているので、より奥行きを出してくれます。夏などの暑い時期はこれだけでも涼しく気持ちがよく寝れますね。次に紹介するのはこの洗濯物ラックになります。タオルや靴下、あとはハンガーも全てかけることができます。平面もできるのでその場で折りたたむこともできます。ちなみにこの商品は折りたたみ式かつローラーもついているので持ち運びがとても簡単です。例えば洗面所でかけてそのまま窓際に持ってくることも簡単にできます。賃貸などで、部屋干しが多くなる家には場所も幅も取らないのでうってつけの商品かなと思います。次にキッチン用品を続けて紹介します。一つ目がタダフサの包丁。まずこの切れ味に驚かされました。そしてこのシンプルな木の温かみを感じるデザインが気に入っています。続けて2つ目がさらしのさささになります。さまざまな用途に使いますね。例えば野菜を拭いたり出汁を取ったり、後ほど他の用途もお伝えしていきます。3つ目はパイ皿になります。食材を切った後他にも切りたいものなどがあるけどまな板が開いていないことってよくありま
ませんか？私は結構頻繁にありました。その時このパイ皿が大活躍してくれます。あとは一旦焼いたお肉を取り出しておくなどの使い方もできます。オーブンにもそのまま入れることもできますし、料理の段取りがスムーズに行えるようになったかなと思います。包丁の話に戻りますが、購入した包丁は牛刀の他にペティナイフ、あとはパン切り包丁も購入しました。持ちの木の部分が少し炭化させているようで、多少の吸水性を感じる肌触りになってます。でよく包丁の刃に会社名やロゴが大きく載っているデザインあるかと思いますが、この包丁はこのシンプルさです。気に入っています。パン切り包丁も驚くほどパンくずが出ない仕様になっています。これは騙されたと思って一度使ってみていただきたい商品です。さらしは先ほど話していた他に何かをこす時にも使用します。洗えば繰り返し使えるのもいいポイントです。他にも例えば熱々のお米でおにぎりを握る時とか、固く絞ったさらしの上にお米を乗せて、握ることで手にくっつかずお米の厚さも緩和できます。あと我が家では鉄フライパンを使用しているんですけど、基本的に鉄フライパンって洗剤を使わないで洗うんですね。最後に薄く油を塗るのが基本的なメンテナンスなんですけど、布巾で水気を拭き取ってしまうと、なんて言うんでしょう、洗剤使わないので多少の汚れがついてしまうんですね。で、今までキッチンペーパーを使っては捨ててきました。ですがこれがあれば繰り返し水気を拭き取ることも油を塗り広げることもできます。で汚れがひどくなってきたら漂白剤につけてまた繰り返し使えるので、キッチンペーパーの消費はもうほとんどなくなりましたね。さらしおすすめです。次に紹介するのはこのダイニングテーブル。円形のものを購入しました。塗装を剥いだので木本来の表情が楽しめます。このテーブルの直径は105センチで、目安としては2人だと余裕があって4人だとちょうど収まるかなと思います。5人だとちょっと手狭になってしまうかなという大きさです。丸という形状も角がないので部屋を柔らかい印象にしてくれるのと、囲うという中心性が生まれるので、人が来た時とかここでご飯食べるとかここで会話するとかっていうのがすごく気に入っています。続いて古道具のスツールになります。古道具は一つ一つ違う味わいが楽しめますね。きちんと手の施されたものはガタつきも少なく使い勝手がいいです。高いところのものを取りたい時とか、来客が来て椅子が足りない時、
あとはちょっとここ寂しいなっていう余白を埋めたい時などに使います。一つの用途に限られないのもスツールの魅力かなと思っています。あと古道具でもう一つ買ってよかったものとして外せないのがこの食器棚ですね。我が家テレビを置いてないので壁が一面余っている部分がありまして、そこに、この食器棚を置いています。大きさが大きさなので部屋の印象がこれ一つでガラッと変わりますね。また余裕を持って器を置けるので一つ一つが際立ってくれます。そして料理した時のお皿選びの時間がより楽しいものになりました。あとは少しだけディープな話になりますが、正面の扉のガラスは昔の家具や建築でよく使われていた 2mm のガラスになっていまして、透明度が高いんです。で、今のガラスは基本的には 3mm のものが多いかなと思います。扉を閉めていても中に入っているものをより綺麗に見せることができます。で、一応この食器棚上下にも分けることができるので、今は考えていないですけど、今後気分に合わせて置く位置とか、2分割して、カウンターのように使ったりとか、そういうのもありかなと思っています。次に紹介するのは植物です。今まで枝物やドライフラワーを飾ることが多かったんですけど、去年から実際に生きた植物をインテリアに取り入れるようにしました。とにかく大きくなっていく姿を見るのが楽しいんです。今年購入したのは持ち運びやすいサイズのこのベンジャミンになります。ホームセンターで安く購入することができました。このサイズ感だからこそ気分によって場所を変えられます。パソコン作業をすることも多いのですが、そういった時に緑が目に入ると、自然と集中力もアップしますし、疲れた時とかリラックスもできます。最後に紹介するのがこのリネンの布です。カーテンや目隠しとして使用しています。カーテンを購入するときサイズがなくオーダーをかけると結構な値段になったりしますよね。そこでお金をかけない方法を考えていたときに布でいいんじゃないかっていう話になりました。日の光が入ってきた時に少し素材感が楽しめるものを探した結果、リネンという素材にたどり着きました。ただリネン 100% だと柔らかい印象になりすぎるかなっていうことで、少し張り感がある麻も使われたこの商品を選びました。サイズはカーテンに合わせてただハサミでカットしているだけですが、少しほつれた部分も人の手を感じる味として楽しんでいます。皆さんの暮らしに落とし込めるようなものが紹介できていれば嬉しく思います。この動画がためになればぜひ高評価とチャンネル登録していただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。